どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは3年ぶりオールブルーです。3年前に考えたオールブルーの考察を最新情報を加えてブラッシュアップしていきます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は大いにネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。いきましょう。まずはじめに結論から言えば、オールブルーはおそらく実在していません。つまり今から作られるものだと考えます。それは3年前考えたルフィとサンジの完全なる真逆の表裏一体でわかります。真逆の表裏一体とはこちらです。ルフィの夢はロジャーが残した一つなぎの大秘宝ワンピースを見つけることですが、サンジの夢は世界中の魚がいるという伝説の海オールブルーを見つけることなのです。つまりワンとオール、一つとすべて、ワンフォアオール、オールフォアワン、一つはすべて、すべては一つってやつですね。ルフィの夢はワンピース。それは白ひげ曰くワンピースは実在する、ワンピースは実在しているとなると真逆ですから、サンジの夢オールブルーは実在していない、こうなるでしょう。つまりこれから作られるものだと分かります。それでは次に考えたいのは、オールブルーが作られる場所はどこか。これは3年前魚人島付近だと考えました。こちらです。そして以前の動画でも考えたように、ルフィとチョッパーは天竜人の不老の独占を崩壊させるために聖地マリージョアの魚人島にある幼樹イブを切り倒すと考えられます。幼樹イブを切り倒すと魚人島には光が届かず、魚人島は滅びます。これが麦わらの男が魚人島を滅ぼすというシャーリーの予言だと考えます。しかしそれはネガティブな滅亡ではなく、乙姫の悲願、魚人たちが太陽の元へ移住するポジティブな滅亡なのでしょう。そしてルフィやチョッパーが幼樹イブを切り倒すなら、それはイコール聖地マリージョアが構える場所のレッドラインの破壊だとも考えられますので、その場所、つまり聖地マリージョアと魚人島の位置で分断された4つの海が1つになり、そこがオールブルー、それは一つなぎの大砲が完成するのではないでしょうか。魚人島がオールブルーの場所だという可能性は、ルフィたちの航路の推察の他に2つの伏線が考えられそうです。1つ目はサンジのセリフです。サンジは魚人島にたどり着いた時に、見つけたぞ、ここがオールブルーだと叫びましたので、その言葉通り本当に魚人島の場所でオールブルーが実現しそうです。2つ目に注目したいのは、オールブルーの夢をサンジに託したゼフです。バラティエのオーナーゼフはオールブルーという夢に敗れ、グランドラインでオールブルーの可能性を見たと言っていましたが、それはどこでしょうか。僕の友人にサッカーを愛するおっさんがいます。彼は学生時代サッカー部で夢を追いかけていました。そんなサッカーを愛するおっさんのツイッターのアイコンは、彼が応援する大好きな海外サッカー選手になっています。人は夢破れた後でも夢を追いかけた証を近くに残して、今度は夢を支える側に立つのでしょう。それではオールブルーという夢が破れたゼフが残した夢を追いかけた証、アイコンとは何でしょうか。僕はそれは海上レストランバラティエの造形だと考えます。バラティエの造形は明らかに魚人島の英雄太陽の海賊団の船と同じ魚の形です。それはゼフが見た可能性、夢を追いかけた証なのでしょう。ゼフはサンジと同じように魚人島にオールブルーの可能性を見たと、そして本当に魚人島でオールブルーが完成する、これでしょう。オールブルーを夢見るゼフは魚人島に可能性を見た。このゼフのセリフは絶妙です。可能性を見た。そしてその夢は魚の形バラティエに表されている。そう、バラティエとはゼフの夢の魚。人生という魚はいつだってスイスイ泳げるわけじゃない。人生という魚も溺れる時はある。でもそんな時は夢という魚を目安に泳げばいい。夢という魚はなかなか見つけられない貴重な魚だぞ。夢という魚は人生という魚の道しるべの魚なんだよ。とにかくオールブルーは聖地マリージョアがあるレッドラインを破壊すれば魚人島付近で実現できそう。これが3年前に考えたオールブルーの考察です。しかしこの考察を最新情報に照らし合わせると、一つだけおかしいところがある。それは1089話で明かされたワンピースの世界の問題、海面上昇です。巨大な質量のレッドラインの壁を破壊して海に落としてしまったら、さらに海面は上昇してしまう。上昇しなくとも付近の島シャボンディ諸島は壊滅してしまう。シャボンディ諸島の遊園地も遊べなくなってしまう。つまりレッドラインをむやみに破壊する行為は現実的ではない。それではどのようにオールブルーを作るのか。このヒントはマリージョアの真裏にあるリバースマウンテン。
この山を流れる海流は速く、とても魚は住めませんが、4つの海の海流が世界で唯一一つに合わさっている。つまり、オールブルーに最も近い造形でしょう。となると、魚人島の上にある山、聖地マリージョアのてっぺんにオールブルーは誕生するかもしれない。オールブルーは山に誕生する。ワンピースがおそらく海の底に実在するなら、オールブルーはおそらく山の上に誕生する。表裏一体。それでは、どのように山の上にオールブルーが誕生するというのか、その方法、それは、バジュラングガン。ワノ国で清流が住む城、鬼ヶ島をぶっ壊そうとしたあの技。巨大なげんこつ。これと表裏一体となり、ルフィことニカは天竜人が住む城、聖地マリージョアをバジュラングガンでぶっ壊す。マリージョアをぶっ壊す。ワノ国では竜が住む城を破壊しなかったなら、マリージョアの竜が住む城は破壊する。太陽の神ニカとは、人々の願いを叶えるバニャンツリー、ゴムの木の樹脂の幻獣だと考えてきていますから、3時の夢を叶えるのはニカ、ゴムのルフィです。オールブルーが語られたのは56話ゴム。なんだ、サンジは自分で夢を叶えるんじゃなくて、ルフィに叶えてもらうだけ？そう思った人は甘い。ルフィは人々の夢を叶えてくれる神、ニカですが、ルフィの夢を叶えてくれるのはサンジや他のクルーなのです。逆に言えば、サンジたちがいないとルフィの夢は叶わない。必ず戻ってこい、サンジ。おめえがいねえと俺は海賊王になれねえ。信じられてる。ルフィのバジュラングガンでサンジの夢が叶う。穴が開く。これならレッドラインを完全には破壊せず、山の上に穴が開くだけ、へこむだけ、ひび割れるだけ。質量のある山の土はゴムのように隆起して周りを取り囲むだけで海には落ちない。そのへこんだ穴に4つの海の海流が流れ込む。まるでリバースマウンテンのようにリバースする、ひっくり返る、へこむ。その山の上に誕生したへこみに4つの海の海水が流れ込み、山の上に奇跡の海、入江が誕生する。その入江は4つの海流がぶつかり合い、波一つない凪、穏やかな入江、一つ凪の大砲、オールブルー。その入江へ人魚たちは移住する。山の上の入江は太陽に最も近い場所、太陽のもとへ。魚人たちの夢も叶う。さらに4つの海とつながった山の上のオールブルーにはイーストブルーからも移動が可能。そう、そこへゼフが訪れる。ゼフの夢が叶う。幼いサンジのために足を失ったゼフ、それはサンジからの最高の恩返し。そこには夢という魚が泳いでいる。以上です。今回はオールブルーについて考えてみました。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。